皆さんこんにちは。プログラマーのすすきだです。この動画では Node.js で、何だったっけ忘れちゃった。皆さんこんにちは。プログラマーのすすきだです。この動画では Node.js でユーザー入力のバリデーションを行う方法について紹介します。まず、コーディングの準備を行います。ディレクトリを作成して移動します。npm init コマンドを実行します。必要なパッケージをインストールします。必要なファイルを作成します。エディターを開きます。以下、コーディングと動作確認を並行して行います。まず、form.js の内容を入力します。makeFormCompany 関数を定義します。makeFormCompany 関数をエクスポートします。makeFormCompany 関数をインポートします。メイン関数を呼び出す部分に加え、メイン関数を定義します。エラーを表示するコードを書きます。この時点で動作確認を行います。正しく動いていることを確認できました。次に makeFormCompany 関数の動作確認を行います。正しく動いていることを確認できました。続いて validate.js の内容を入力します。バリデータをインポートします。makeValidationCompany 関数を定義します。main.js で makeValidationCompany 関数をインポートします。makeValidationCompany 関数の動作確認を行います。
エラーが表示されてしまいました。バリデーションとバリデートが誤っていたことが原因でした。また、リクワイアにタイポがあったことも原因でした。それでもまだ問題は解決しません。メイクバリデーションカンパニー関数をエクスポートするのを忘れていました。これで問題が解決しました。続いて、バリデートカンパニー関数を定義します。リクエストのボディに記載した内容が含まれていない場合は、タイプエラー例外を送出します。この時点で動作確認を行います。バリデートカンパニー関数を呼び出すためのレク変数を定義しました。バリデートカンパニー関数が関数ではないと言われています。また、エクスポートを忘れていました。正しく動作していることを確認することができました。続いて、バリデートカンパニー関数を少しずつ完成させていきます。is not empty のチェックをするための正規表現を書きます。続いて isValidField 関数を呼び出します。この関数については今から定義します。すべてのフィールドをチェックして、それが true であることを確認します。なお、キーが OK の場合はスキップをします。この時点で動作を確認します。正しく動作していることが確認できました。続いて、かなのチェックを行います。ユニコードでカタカナの範囲を指定しています。正しく動作していません。フィールド名に誤りがありました。正しく動作していることを確認できました。
続いて ZIP のチェックを行います。7桁の整数の正規表現を書きました。正しく動作しています。続いてアドレスの動作確認を行いました。続いて tel の動作確認を行います。フィールド名に誤りがありました。修正しました。続いて E メールの確認をします。正しく動作しています。最後にウェブサイトのチェックを行います。バリデータの isURL 関数を使ってチェックしています。エラーが発生してしまいました。フィールド名に誤りがあり、正しくは URL ではなくウェブサイトです。バリデーションの OK をチェックします。isValidRequest の関数の内容については isValid フィールドとほぼ同様です。動作を確認できました。バリデーションが失敗するフォームの内容、フォームフェイルと成功するフォームサクシードの2つの変数を定義します。フォームサクシードのフォームの内容を入力していきます。フォームフェイルとフォームサクシードのバリデーション結果をそれぞれバリデーションフェイルとバリデーションサクシードの変数に格納します。その後にその内容を表示します。エラーが発生してしまいました。原因はフォームのプロパティの指定を忘れていたことでした。正しく動作を確認しました。お疲れ様でした。
以上で紹介終わります。皆さんうまくいきましたでしょうか？うまくいかなかったところなどありましたらお気軽にコメントをいただければ幸いです。その他のコメントも大歓迎です。それでは本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントどしどしお待ちしております。バイバイ。